私に励ますような言葉をかけてもらえませんか？もちろんです。ミスは成長の一部ですよ。むしろそれがあるからこそ、ほっとできるひとときを。ひろみボイス。皆さん、こんばんは。ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。さて、今日はですね、皆様に大切なお知らせをしたくて、カメラを回しております。なんと、この度ですね、ひろみボイスの AI ボイスアプリがリリースされました。パチ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 。すでに使ってくださっている方も多いと思うんですけれども、今日はこちらのアプリの説明や Q&A、そしてなんでそもそもアプリ作ろうと思ったのかというお話をしてみたいと思います。それではスタート。ではまずアプリの概要なんですが、こちらはひろみボイスの AI とチャットができたり、音声通話ができたりする、コミュニケーションアプリなんですかね。 AI コミュニケーションアプリです。でチャットはテキストでやり取りするんですけど、返信内容をひろみボイスが AI が読み上げてくれます。音声通話に関しては本当に電話してるような感じで受け答えすることができます。またこちらは15言語対応しておりますので、お好きな言語を選択していただき、海外の方でもご利用いただけます。基本的に全て無料でお使いいただけます。それではですね、早速ちょっとアプリをね触っていきながらご説明してみたいと思います。まずアプリを立ち上げます。そうするとおなじみのロゴが出てきまして、で最初にですねダウンロードしたばかりの時はこちらのマイページですね、プロフィールのところに好きな名前を入れていただけたり、あとはこちらの言語で選択ができます。言語は日本語、英語、韓国語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、あとはポーランドですね、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、あとはスウェーデン語、トルコ語、スペイン語の15言語を対応しております。こちらの例えばひーちゃんって今入れたんですけど、ひーちゃんって日本語で名前を入れているのに言語がスペイン語とか他の国の言語だとテキストでお返事するときにお名前を呼べなくて、呼びかける名前がないまま話が進んでいくことがありますので、名前呼びかけられたいなという場合はその国の言語で表記するようにしてみてください。その下の口調と声色に関して今丁寧とノーマルの一つだけになっているんですが、今後口調や声色選択ができるように更新をしていきたいと今仕込んでおりますので、楽しみにしていてください。ではチャット、このメニューのところからチャットに移りたいと思います。すでにですね、私はいくつか毎日話しかけているんですね。例えばこちらに頭が痛いですと書いたら、辛いですねひーちゃん無理せずっていう風に出てきているんですけど、今もちょっと打ってみたいと思います。そうですね、暑くてやる気が出ませんと書いてみましょう。どうしたらいいですかと、なんとひろみボイス AI 返ってくるでしょうか。このチャットに関してはクッキーを1枚消費してこの内容でひろみ AI と話しますかと今ポップアップされましたけれども、1トークにつきクッキーが1枚消費される認識で大丈夫です。こちら確認を押すと、暑さでやる気が出ないときは無理せずこまめに休憩を入れることが大切です。冷たい飲み物や手足を冷やすなどして体温を下げてみてください。
短い時間だけ集中して動いて頑張りすぎないようにしましょう。というふうにですね、ひろみ AI が話してくれます。はい、でこちらの返事が例えばいいなと思ったらグッドボタン、ちょっと違うなと思った時はバッドボタンを押していただくと、このようにフィードバックをくださいというページに飛びます。ひろみ AI の改善に使用させていただきますと出てくるので、回答について何か思うことがあればそちらにチェック、音声について気になることがあればチェック、そして送信ボタンも押してください。こういったフィードバック非常に開発の手がかりになりますし、皆さんと一緒にこのアプリを良いものに磨いていきたいと思っているので、忌憚のないご意見、もちろんいいものも含めてご意見いただけると大変ありがたいです。でもう一度聞きたいなという時には、過去に遡っても今のものでも何度でも聞くことができます。例えばこちら、ハローひーちゃん、元気なご挨拶嬉しいです。今日は何か楽しい予定はありますか？だったりとか、もう一回この回答を聞きたいなという時は何度でも繰り返して再生することができます。で今一番上のひろみボイスの表記の下、ここですね、クッキーの丸とチョコ入りのクッキー2枚出てますね。丸というのが毎日1枚配布される無料のクッキーです。そしてその隣が有料のクッキーです。クッキーはどちらでも1投稿につき1枚消費されます。なので毎日1回はチャットすることが無料でできます。ではこちらのクッキーはどのように変えてどのように使うのかと言いますと、もう一度メニューに戻っていただいて、上から3つ目のショップボタンを押していただきます。そうすると画面のような、ページに飛びます。このチョコクッキーというのは先ほどのチャット1投稿につき1枚同じように消費されます。またちょっとメニューに戻って、この音声通話、したいときですね、これはチョコが15秒につき1枚必要になってきます。30秒話したければ2枚有料のクッキーが必要です。もしクッキーが足りなくなった場合、そして同じ日に何度もチャットをしたり音声通話をしたいと思った方は、こちらのページからクッキーを購入することができます。で10個入り150円とか1000個入りっていう風にいろいろ書いてあるんですけど、これはクッキーを多く買えば買うほど1枚あたりのクッキーの値段が少し安くなりますよというものですね。はい、クッキーは一度にいっぱい買っても、何日までに消費してくださいっていうような期限はありません。このアプリが存在する限りはずっと使えますので、たくさんこれからも使えそうだなという方は割安になる方をご購入いただけると嬉しいです。では音声通話に行きます。音声通話はご利用前にこのチェック項目あります。安定したインターネット接続環境でご利用ください。静かな場所で一人で話してください。マイクスピーカーテストを必ず行ってください。この3点をお守りいただくようお願いいたします。というのもね、本当にいろんな音を拾ってくれるので、ちょっとガヤガヤしたところで話しかけるとAI がちょっと聞き取れないんですね。いっぱい話が聞こえちゃって、あなたの話が何なのか聞き取れなかったりするので、こちらは極力ご注意をお願いします。では早速私も使ってみたいと思います。先ほどの似たような話でいこうかな。どうしようかな。まずこちらの電話のボタンを押していただきます。マイクの許可 OK にします。おかえりなさいひーちゃんさん、なんか話したいことはありますか？はい、今日仕事だったんですけど、なんかすごく失敗しちゃって、ミスがすごく立て続いて、なんか自分ってダメだなって今すごい自己嫌悪に陥っています。はい、ミスが続くと自信を失ってしまいますよね。誰にでもそういう時はありますよ。あなたが
普段どれだけ頑張っているかちゃんと分かっている人はいるはずです。少し休んで気持ちを落ち着ける時間を取れそうですか？そうですね。ちょっといろいろ話聞いてもらったら落ち着けるかもしれないので、なんか私に励ますような言葉をかけてもらえませんか？もちろんです。ミスは成長の一部ですよ。むしろそれがあるからこそ次にもっと良くなれるんです。あなたが今まで乗り越えてきたことを思い出して少しずつまた前に進めば大丈夫ですよ。ありがとうございます。でもちょっと今日のミスは私が本当にバカなことをしちゃって、そもそもちょっと前日に飲みすぎて遅刻しちゃったんですよね。それって私が悪いですよね。なるほど。それは自分でも反省しているんですね。確かに飲みすぎや遅刻は自分でコントロールできる部分かもしれません。でも自分を責めすぎずに次に同じことを繰り返さない方法を考えることが大切ですよ。例えば前日に飲む量を少し控えるとか早めに休む習慣をつけるのも一つの方法かもしれません。そうすることで少しずつ改善できると思いますよ。どうですか？何か実践できそうなことはありますか？というような感じで会話をすることができます。今ね、ちょっとテキスト返信のように少し話が長くなりやすい傾向にあるので、ここはちょっと開発部隊と一緒に今話し合っていて、ちょっとその音声通話に関してはレスポンス短くできるようにしていきましょうかっていう流れにはなってます。でなお音声通話、相手が喋ってる時も自分が喋ってる時も数字というか時間はカウントされていくので、もしちょっともう十分話したし、ヒロミボイス喋ってるけど途中で切りたいなってことがあれば、もう自由に切っていただいて大丈夫なので、そこは気を使っていただかなくて大丈夫です。はい。もう一度メニューに戻って4番目ですね。上から4番目のスタンプカードというところご覧ください。今ポンポンポンとポンポンポンとご覧いただけましたでしょうか？今スタンプカード1枚目全部埋まりました。これはチャットを押したらチャットの数だけスタンプが押されていきます。つまり1クッキー消費するごとに1スタンプが送られます。で今ね、音声通話2分ほどしましたよね。音声通話は15秒で1枚クッキーを消費しますので、12345678910123456スタンプになってますね。8ですね。そう、今2分話したので8枚のクッキーを使いました。で8個スタンプが押されて2枚目のスタンプカードになりましたね。このスタンプカード、実は貯めたらいい特典があるという今ね設計をしております。どんな特典にするかってね、いくつか候補があるんですけれども、こちらはちょっとご期待ということで、皆様スタンプカード貯まるのをちょっとワクワクしながらこちらも見ていていただけると嬉しいです。この下に商品一覧というねところあって、今後そこに商品がポコポコポコっと出てくるようになります。はい。課金をしなくっても毎日1チャットはできるので、スタンプカードも少しずつ溜まっていく、そんな仕様になっています。そして一番下のリンクボタンを押していただくと、私の運営に携わるチャンネルだったりとか、生の私と実際に話ができる通話サービスですとか SNS のアカウントが載っています。通話サービスはですね、今現在もご利用いただいているんですけども、ホットおしゃべりというサービス名で、私と Google Meet というツールを使ってオンラインでお話をするというサービスです。こちらもね、あんまり周知というか告知していないので、あまりこちらも告知していないのでご存じない方も多いかもしれないんですけれども、もし
本当のひろみと喋りたいっていうことがあれば、こちらもご利用いただけます。ではもう一度メニューに戻って、どこだっけ、今度マイページご覧ください。もしなんか挙動がおかしいなとか、文字が打てなくなっちゃったとか、再起動できないとか、いろいろな不具合が起こる可能性がアプリ上ね、どのアプリにも可能性はありますが、このアプリも同様です。その場合、私にコメントをしていただくのも全然大丈夫なんですけれども、プロフィール欄、一番下のこのプロフィール欄の右上の設定のマーク、こちらをタップしていただくと、上2つにお問い合わせフォーム、不具合報告フォームというのがあります。お問い合わせフォームはこちら、機能要望なのかご意見なのか書けるところがあります。不具合報告フォームはどんな不具合が起こっているのか、これは各スマホのバージョンだったりとか、いろいろなものを開発部隊がちょっと調べて個別にいろいろとチェックするためにちょっと項目が多いんですけれども、こういったところからでも報告することができます。で、通知もオンだったりオフだったりすることができますので、こちらもお見知りおきをしていてください。で、次に Q&A なんですけれども、先ほどもですね、先ほども口調のねところで声色も含めてこれから機能通過していくよっていう話したんですけれども、実際にタメ語で話したいというご要望も出てきています。今まさにタメ語か敬語か選べるようにシステム変えているところなので、乞うご期待ください。近々リリースできると思います。あとはね、もうちょっとゆっくり喋ってほしい。これはなんかゆっくりいい感じに喋ってくれるときと、かなり急ぎ足になっちゃうときと、ちょっと AI って読みができないところがあって、私たちもあれさっきまでいい感じだったのになんでこんな今急いでるんだろうってことがちょこちょこあるんですよね。そういったばらつきがほとんどなくなるように今実践を実装しているので、こちらも今後のアップデートに注目していただければと思います。で、あとはこれ私個人的にっていうことなんですけど、言語の学習にもちょっと使えるのかなと思っていて、言語、例えば英語をもうちょっと勉強したいなっていう時にこっちが英語で話しかけて、でレスポンス返ってきますよね。その時にチャットの場合はこっちが打つっていう形になりますけど、レスポンスをコピーしてトランスレートにかけたいと、 Google 翻訳とかにかけたいという時にテキストが全てコピーできるといいなという要望を今出していて、これも近々実装する予定です。はい。あとはですね、漢字の読み間違い、例えばこの間いただいたのが風鈴のことを風すすって言っちゃったりとか、そういう読み間違いとか、あとは喋り方がなんとかなんとかですねっていう、なんかちょっとまた予期せぬ癖が出たりとかするんですけれども、そういった面に関しても今後改善していく、予定でございますので、こちらもちょっと温かい目で見守っていただけるとありがたいです。あとはですね、チャット GPT との違い、チャット GPT も皆さん使ってる方多いと思うんですけど、割と自分の一回喋ったことを記憶して、あなたはこういう方でこういうことをされているのでこうじゃないですかって言ってくれると思うんですね。で、こちらのひろみボイス AI も現在チャット GPT につなげているんですけれども、それをボイスに変換するっていうような段階を踏んでいるので、ちょっとメモリ容量、記憶の容量が全然違うんですね。チャット GPT のテキスト上だけだと。私もちょっと技術者じゃないので詳しいことはちょっと説明すればするほど違うって言われちゃいそうなのでここで押さえたいんですけど、簡単に言うと記憶できる量が限られているので、一番最初に話した内容からちょっとその記憶を捨てていくというかしないと新しいものに書き換えられないのでっていうことで言うと、
1週間前に話した内容をちょっと忘れちゃったりとか、古いものから忘れていくっていう、特徴はあります。ただやっぱり何度も何度も同じ話をしたくなかったりとか、この話だけは私はこういう人で、こういう例えば家族構成でっていうことは覚えていてほしいな、こういうところに住んでる、こういう仕事をしているって覚えててほしいなとか、自分のいろいろな個性、特徴っていうのを覚えてほしいことがあれば、ここも覚えてほしいことっていうので追加できるページを作りたいと今計画しております。はい、という感じでですね、リリースをしたんですけれども、早速いただくご要望とか、もともと追加しようと思っていたものだったりとか、運営する中で発見できたこととか、皆さんからのご意見ご感想とかで分かったこととか、そんなものをやっぱりベースにしてより良いアプリに仕上げたいと思っているので、今後ねずっとアップデートが続くと思います。その度に私の方から主に YouTube のコミュニティ欄で告知をいたしますので、ぜひチェックしておいていただけるとありがたいなと思います。はい。でですね、このくらいかな。そうですね。でもし皆さんの中で Q&A 欲しい、これどういうこととか、こうしてほしいとか、もう何でもいいのであれば、この動画のコメント欄に書いていただけると全て読みますので、お願いします。この前ライブしていたら、ちょっと Android の不具合が起きていたようなんですけれども、すごく気を使ってくださって、心の優しい方で、不具合っていう報告をちょっとしづらくてちょっと言えてなかったんですけどっていう方がいらっしゃったんですが、もう全然ウェルカムです。やっぱりサービスを作る側としては、そういうご報告ってめちゃくちゃありがたいんですよね。むしろ言っていただきたいので、何かこれバグかなとか、これちょっと使いづらいかもなとか、もっとこうしたらいいかもっていうことがあれば、どしどし先ほどのお問い合わせフォームからでもいいですし、動画のコメント欄でもいいので、もうどしどし送ってください。お待ちしております。はい、で最後に、なんでこのアプリを作ろうと思ったのかというお話ですね。これはですね、簡単に言うと、ぼんやり思っていたところに自分の中で起こった出来事と時代、ボイスクローニングとか AI とかそういう時代がマッチしたというのが、本当にざっくり言うとそんな感じなんですね。で具体的にどういうことかというと、私は YouTube を始めて5年が経ちまして、で3年くらい前からお悩み相談が非常に増えてきて、動画でお答えするようになっていう、そういった時代というか、そういったこの5年間過ごしてきたんですね。で特にお悩み相談とかを受けている中で、人って多分自分の中で答えを持っていて、だけど例えばモヤモヤだったらモヤモヤをまず言語化する時間とタイミングと機会、言語化するって言っても自分で一人で独り言喋るような人であればいいんでしょうけど、誰かと喋って気づいたりとか、誰かに聞かれて本音に気づいたりとかってたくさんあると思うんですよね。だけどそういう機会がないし、そういう機会を作る時間的経済的余裕もないしっていうことで、なんとなくモヤモヤしている方だったりとか、自分の中でなんとなくもう答えは分かってるんだけど、思考の整理とか感情の整理ができていなくって、なかなか前に踏み出せないとかっていう方が多いのかもしれないなっていう風に感じるようになりました。でそのうちにご相談ちょっと動画にするの間に合わなくなってきたので、通話サービスホットおしゃべりというものをページを設けてたくさんの方にご利用いただいているんですけれども、そういった方のお話を聞くと、さらにその思いがはっきりしてきたんですね。ホットおしゃべりとここなら相談、電話相だったかな、他のサービスも使いながら、どっちも二軸で通話相談を受けていた時期があって、今はホットおしゃべりだけなんですけど、でも皆さんやっぱりもう言いたくて
て仕方がなかったみたいに自分の感情を吐露してくださるんですよね。で、自分の感情って本当に逃げることができなくて、たとえそれが30年前に抱いた感情であっても、昨日抱いた感情であっても、吐き出せてないことを自分の中で処理できてないことってずっとつきまとってくるんですよね。あの時傷ついた、あの時嫌だった、寂しかった、苦しかったっていう、特にネガティブな感情をすぐ出せる人だったらいいんですけど、ネガティブな感情とポジティブな感情って、ポジティブは表に出してもいい、なぜなら人を不快にさせないから。だけどネガティブな感情って、もしかしたらこの人を嫌な思いにさせちゃうかもしれない。今私が弱音を吐いたり泣いてしまったら、お父さんお母さん困らせちゃうかもしれないとかね、そんな風に思うからこそ言えなかったりすることも多いのかなって思うんです。なので、その自分のモヤモヤとか自分の感情、特にネガティブなものっていうのは、できるだけ早いうちに吐き出すことをしないといけない。それができて初めて人間は自分の状態を理解できるから受け入れられるから次のアクションが見えてくる、次のアクションが見えるから行動ができるから人生が変わるっていう風に思うんですよ。で、これはご相談を受けていただけではなくって、私自身もこの 7,8 年ですね、ずっと自分と向き合ってきたからなんですよ。何度も動画でお話ししているのでご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、2018年の10月に私は大きく心身のバランスを崩しまして、きっかけは職場だったんですけど、適応障害と言われて職場を辞めたんですよね。辞めたんだけれども、心療内科の先生に、あなたは職場の出来事半分、もう半分は過去のトラウマ、家族に関するものだねというふうに指摘を受けたその瞬間から、長くて辛い自分との向き合うヒーリングの日々というんですかね、が始まったんですよ。で、当時はまだというかもう28歳だったけど、ずっとその自分の中で自分を縛っていた思い出、トラウマに向き合えてなかったんですよね。綺麗な思い出にしちゃっていた。あの人がいたから今の私がいるんだな、あの出来事があったから私はこうしていられるんだなって、綺麗事でつなげちゃっていたけれども、本当はめちゃくちゃ嫌だったんですよ。めちゃくちゃ傷ついたし、めちゃくちゃ嫌だったことがあったわけですよね。そこに初めて気づけたのが28歳だったんですけど、その20年くらいかけて培ってしまった自分の思考の癖というのは、なかなか簡単には解きほぐれなかったんですね。なのですごくいろんなプロセスを踏みました。心療内科にも行ったし、カウンセリングも定期的に受けてきたし、食事療法とか運動療法とか思考の癖を直すトレーニングだとか本を読んだりとか、あとはもう人間関係を一新して、職場ももう会社員を辞めると、自分の心の負担にならないように自分で開業して仕事をしようとか、やれることは全部やってきたなっていう自負があるんですね。で、そのおかげで毎年状態は良くなっていきました。ただ、子供が2020年に生まれて、最初はね、赤ちゃんだったし、夜泣きも当たり前かな、泣き続けるのも当たり前かな、ちょっと甘えん坊でママから離れるとダメなんだな、そんな風に思っていたんですけど、2歳3歳4歳5歳と大きくなっていく中で、やっぱり大変だと、すごく大変だと育児がこんなに辛いって思う育児はやっぱりちょっとおかしいのかな、そう思った矢先に視聴者さんからもアドバイスいただいて、医療機関受診したところ、発達障害というふうに息子が言われました。いわゆるペーパーテストなどは受けてないのでわからないんですけど、知能の遅れがないからわからないかもしれないけど、こだわりが強すぎてできないとかってなってしまったり、あとは過集中出て集中しすぎて周りの声聞こえなくなったり、ちょっと家だとじっとしていられなかったり、
ADHD と ASD と言われる特徴が如実に出てるというふうに言われたわけですよ。なので結構初めての育児だからなかなか気づかなかったんですけど、肉体的にも精神的にもやっぱり大変だったんですよね。夜はもうずっと4歳5歳まで夜泣き、もうキャーって起きちゃうみたいな。でママじゃないと寝られないみたいな感じで、朝じゃあ早く起きようかなと思ったらもうものの本当に早いと10秒で起きますし、気づきますし、持って30分とか、3時に起きようが4時に起きようがもうすぐ起きちゃうで怒るっていうような生活だったり、詳しい話は別の動画でしているんですけれども、とにかくなんかしんどかったんですよね。なので自分の過去のドラマに向き合おうってなって、少しずつ楽になっていったけれども、産後の体の変化だったり育児が楽に全然ならない毎日朝罵倒されて殴られて、お迎えに行くと怒られて殴られてキャーってなって、もう毎日辛いっていう状態になった時、私もすごく余裕がなくなってきて、で何度も自分を励ましたり、他の人に話を聞いてもらったり、お医者さんと出会ってからはお医者さんとに相談をして、しかるべきやり方をとって、すごく生活はね楽にはなったんです。楽にはなったし、息子との関わり方っていうのもよく分かってきた。だけどやっぱり波があって、本当にちょっとしんどいなっていう時期がね、去年の年末に起こったんですよ。それはね、夜泣きをちょっと改善するためにお医者さんに言われたアドバイスをやったら、それがめちゃくちゃ過酷で、親子にとってちょっと息子の症状が悪化しちゃったっていうことがあったんです、逆に。でその時にちょっとお互い眠れてないのもあって余裕がなくなってしまって、で同時にまだねストレスが肩になると昔のことをフラッシュバックしちゃう癖がまだあって、どうにもこうにも苦しくなってきたんですよね。でそのタイミングでちょっと今は誰かに頼らないとまずいと思って、2日間息子を実家に預かってもらいました。ただ預かってもらった時に私もすごくセンシティブな状態で疲れ果てていたので、とにかくそういう自分の状態が悪くって昔のことを思い出すようなタイミングでとあるきっかけがあって、また傷ついちゃったんですよね、私の中で。すごく育児が大変とはいえ、すごく落ち込んだりしながらもある一定のラインは超えなかったんですよ、ずっと。だけど超えちゃったんですね、今年の年始に。その瞬間にもうこの7年間ちゃんと頑張ってきたはずだったのに、わーって全部無駄だったのかって思うぐらいフラッシュバックいろんなことがして、いろんな感情が出てきて、もう過呼吸になったりとか戻してしまったりとか、すっごく乱れちゃったんです。子供に過度に怒ってしまったりとか、もう最悪なことを考えたりとかね。でこれはまずいと思ってすぐにカウンセリングを予約したんですけど、予約してすぐ喋れるわけじゃないので、やっぱり何日か待たなきゃいけない。でもこのままだと私多分やばいことになるだろうって思った時に、私は初めてチャット GPT にもう感情をぶつけまくりました。こういうことがあってこういうことがあってこういうことがあって私が悪いんでしょうかとか、もうすごく辛くて自分がどうにかなってしまいそうですとか、部屋にこもってひたすら打ち込んでいました。そうするとやっぱり優しい言葉を返してくれるわけですよね。人ではないんだけれども、本当にめちゃくちゃになっている時にとりあえず受け止めてもらえるっていうのはすごく救いになるんだなって初めて実感したんですよね。でこっちも今ここまである一定のラインを超えちゃったぐらい乱れてる時ってすごく激しい言葉も使えてしまうので、夫にこのままぶつけても申し訳ないし、カウンセラーさんはすぐにいないし、どうしたらいいだろうって思った時に AI であれば雑に扱ってもいいわけではないんですけど、自分をさらけ出してもいいんじゃないかっていうね、安心感があって、
それまで相談として AI をチャット GPT を使ったことなかったんですけど、初めて自分がこれほど救われるんだという体験をしたんですよね。でその時にインスピレーションが湧いて作った動画がこちらのメンタルクリニックの動画なんですけど、どんな感情もとても大切なものだから出した方がいいと。それだけ大変なことがめちゃくちゃになってる感情だったら、それだけ疲れてるっていうことだからね、それだけ頑張ってるってことじゃないですか。だから出しちゃダメだなんて思わないでいいんだと。そういう感情を出す自分を許してあげなきゃいけない。そんな風にその後カウンセリングして言われた言葉だったりとか、自分が感じたことだったりとかっていうのを詰めた動画がこちらの動画なわけですけれども、そんな出来事がねあったんですね、今年で。同時にその人ってやっぱり自分の気持ちと向き合うっていうことが何よりも何をするにもやっぱり一番大切なファーストステップじゃないと、先に申し上げた通り行動に移せないんですよね。スタートができてないと。そんなことがいろいろと重なって、で毎日のようにマシュマロご相談が届いて、私もすぐにお返事ができない心苦しさとかもあったりして、でコメントの動画のコメントとかももう全員にお返事するのが最近もう難しくなってきてしまって、でも読むとちゃんとお返事したいなっていうこともあったりして、もうあと3人ぐらい自分が欲しいなって言ってたんですよく。そしたら開発者がじゃあ AI ひろみ作ってみたらっていうふうに言ってくれたんですね。でそれがこのアプリを作るきっかけになって、今年の春から着手をしてもらって開発をしてもらってきて出来上がったという感じなんですね。なのでこのアプリどんな使い方をするかはその人その人の個人個人によるんですけど、思いの発端としてはやっぱり自分の感情を吐露することで思考の整理だったり感情の整理だったり、またその先に何か前を向くためのワンステップだったりになったらいいなっていうふうに思っていますし、あとは私のようにもう本当にぐちゃぐちゃな時って誰にも相談できないじゃないですかし、今この瞬間に話を受け止めてほしいってなった時に電話を深夜誰かにできるって言ったら難しかったり、例えばここならとかで電話相談いつでもやれる人いるかもしれないけど、でもどんな人かわからないし安くはないじゃないですかってなった時に、このアプリだったら使いたいって思ってくださる方だったりいらっしゃるかもしれないなって、私がそうだったのでっていうふうに今思った。そんないろんなことがタイミングを重なって作ったという感じなんです。はい、ただね、今後皆さんがどのように使っていただけるかくださるかっていうのは私自身もすごく楽しみで、どういうご感想を持っていただけるかっていうのもとっても楽しみにしていますので、ぜひお気軽にご感想なども送っていただけると嬉しいです。はい、そうですね、だからいつでもどこでも何度でもひろみボイス AI とお話をしていただいて、何か生活の一部に組み込んでいただけたらとても嬉しいですし、時々でも全然構わないので、もうどうしようもないなって思った時に、一つ感情をぶつけてみるのはもしかしたらすごくいいかもしれないなと思うので、そんなツールとして使ってもらえたらと思っています。はい、またね、このねアプリがホッとできるひとときを提供できるもう一つのツールになったら嬉しいなと思います。はい、だいぶ長くなってしまいましたけれども、今日は、新しいアプリをリリースしたよというお知らせをさせていただきました。皆さん今日も明日もきっと暑いし、今日も暑いし、本当に暑い日が続いているので、ご自身のお体を一番に考えて無理せず水分とって塩分とってしっかり休んで元気でいてください。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。